はい、それではニュース紹介いきます。どうぞ。えっと、個人的に思い入れがあったベトナム北部の市場に大きなニュースが入ってきました。私が2020年に現地で撮影した当時の様子も紹介しますのでご覧くださいます。その前に私がこの写真を撮ったのは iPhone にイオンモールが開店した直後だったんですね。このような昔ながらの市場は時代の変化とともに衰退していく宿命だと思っています。ところが、意外な展開でありました。それでは、ザオトンの記事、そちらの方から紹介していきます。2月12日の朝、大火事が発生し、タムバック市場は壊滅的な被害を受けました。この名前だけ聞いてわかるのは iPhone 在住者の方だけかもしれません。私自身は出張で行くときに時間があればたまたま近いので立ち寄って気に入ってた場所なんですね。報道によると、2月12日午前6時、ハイフォン市の本番にあるタムバック市場エリアで大規模な火災が発生しました。家庭用品、布地、医療品などの販売されていたため、出荷が早くたちまち延焼した。この火災で、屋台などを含めて300以上の店舗が焼失しました。市場の中は300店舗もあったんですね。市場の外は道に座ってたり、天秤棒を持って歩きながら販売しているなんていう良い場所でした。この火災では地区の消火部隊が延焼の拡大を防ぐために迅速に措置を行いました。同日午前9時30分までにほぼ鎮火し、正午には完全に鎮火。初期の報告によると、火災による死傷者はいませんでした。タムバック市場の火災後、ハイフォン市当局は積極的に是正措置を実施し、火災の被害を受けた事業者を支援するとのことです。市場の内部は他も同じように狭いんですが、人が通れないような入り組んだ感じではなかったと思います。市場の方たちは被害も大きいと思いますが、人的な被害は多かったんでしょうか。翌日の早朝、何百もの事業世帯が市場エリアに立ち会い、火災による所有物の損害を報告しました。焼失及び損傷した財産と商品の額は数百億ドンに達しました。当初の情報によると、この火災による人的被害はありませんでした。外国人なので観光目線で見てしまいますが、地元の方にはまさに生活に密着したシンボルのようなものですよね。多くの事業者はビジネスを再開させ、人々への商品の供給を確保するために、速やかに一時的な市場を手配してほしいと望んでいます。ハイフォン市の行政機関の関係者は、社会的組織などとともに、政策世帯、貧困世帯を支援する計画を立てるよう要請しています。近い将来、商業銀行に連絡し、多数の住宅ローンや無担保融資オプションを提案して、支援する考えでいると記事では伝えてます。火災の被害の規模は大きかったようです。それそれぞれの店舗は今後どうなるのか心配です。本番地区の人民委員会の最初の報告情報によると、火災は300以上の中小企業の屋台に影響を与えました。無事に救出されて移動ができた屋台は103軒のみ。最も大きな被害を受けたのは医療品業を営む世帯です。現在、本番地区の人民委員会は、この地域の卸売市場のすべての事業所を見直します。それと火災の影響を受けた事業世帯が商品を移動できるように手配し、これらの場所で一時的に事業を行うことができるようにしています。火災の原因は電源が疑われているようですよね。はい。記事では現在までに、当局は2月12日の朝にタムバック市場で発生した火災の原因を明らかにしていません。一部の関係者の情報によると、火災は市場への階段の下から発生した可能性が高いとのことが書かれています。市場に限らないが電気システムは、店舗ごとの間で個別に設計されていることが珍しくありません。それぞれの電線ケーブルは壁や柱や天井に浮いていたり簡単なパイプで覆われているため火災への懸念が高まっています。それにしても風情があるベトナムの景色が消えていくのは残念に思います。この市場は結構古かったんでしょうか。タムバック市場は1985年5月1日に設立され、2002年に再建されました。
市場の総面積は4618平方メートル、鉄骨構造2階建て。うち3391平方メートルは住宅管理などの賃貸。タムバック市場で定期的に営業している世帯数は428世帯、不定期に営業している低所得世帯、免税申請中などは187世帯とのことです。ということで、今回ニュースの方から紹介しました。ぜひね、ハイフォン北部、南部もあるんですけども、古い市場、これからこういった火災だとか、衛生的な問題だとか、あ古い建物がどんどんなくなっていく、変わっていく時期だと思うんですね。皆さんも観光行かれたら、こういったところ、もし立ち寄れるんであれば、見ておくといいかなと思います。それではまた新しいニュース、紹介してまいります。次の動画でどうぞお願いします。ありがとうございます。